皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。本章10章では皆さんが数式モデルの解を求めたりするときに必要な数値計算プログラムの作り方を説明します。今回はその準備として C++ コンパイラーのインストールと使い方を簡単に説明します。前の動画で述べたように、私は C 言語を使ってコンピュータープログラムを作り、数値計算を行っています。これには Windows システム上にインストールしたマイクロソフト社製の Visual Studio に含まれる C++ コンパイラーを使っています。その理由は、本ソフトでは数値計算に必要な部分を持つバージョンの使用が無料であり、またそれが高い汎用性と信頼性を持つからです。よって本動画では本ソフトを使い C プログラムの作成法を説明します。なお、マッキントッシュのコンピューターを使用している人は同ソフトのマッキントッシュ版をインストールしてください。それではまずソフトウェアのインストール法について述べます。ここで述べる内容は下に示す URL の記述に基づき構成しています。したがってより詳細な内容を知りたいならばその記述を参照してください。現在の Visual Studio の最新版は Visual Studio 2022となっていますので、これを使うことを前提に説明します。Visual Studio 2019などの古いバージョンも基本的な使い方は同じなので、これらを使っても良いでしょう。外国人で日本語を理解できない人は、理解できる言語の説明に基づき Visual Studio 2022をインストールしてください。最初に Google、Yahoo などの検索エンジンにおいてこの URL へアクセスし Visual Studio 2022のダウンロードページを開きます。これにより次のような画面が現れます。ここではコミュニティの無料ダウンロードをクリックします。ただし無料ダウンロードをクリックしたときに現れる画面は時折更新されているので、それぞれに画面が異なるかもしれません。ここではインストールのための重要な手順を述べるので、該当する項目を探し出して操作してください。また、マッキントッシュのコンピューターの場合、図中の下段にある Visual Studio for Mac を選択してください。コミュニティの無料ダウンロードをクリックすると、ワークロード、アプリケーションの開発環境の画面が現れます。ここでは C++ によるデスクトップ開発を選択した後、インストールボタンをクリックします。これによりインストールが始まります。インストールが完了したら起動をクリックし Visual Studio を立ち上げます。この時サインを求められますが、ここでは今はスキップするを選んでください。あるいは登録を希望する場合、アカウントを持っている人はサインインを選び、またアカウントを持っていない人はアカウントの作成を選んで必要な操作を行ってください。この操作で次のステップに進むことができますが、ここではひとまずソフトウェアを閉じることにします。次に C プログラム作成の手順を説明します。最初にデスクトップ上に将来作成するプログラムを収納するフォルダを作ります。ここではフォルダ名を仮に C プログラムとしています。このフォルダの場所が後で必要になります。これは
フォルダを右クリックして現れるウィンドウの一番下にあるプロパティをクリックして調べることができます。次にビジュアルスタジオ2022を起動します。インストールしたソフトウェアの立ち上げは、パソコン画面左下にカーソルを合わせることで現れる Windows マーク、スタートボタンを左クリックし、現れる画面をスクロールしてビジュアルスタジオ2022のアプリマークを探します。これを押すとビジュアルスタジオが起動します。ここでは新しいプロジェクトの作成を選択し、次へをクリックします。これにより次の画面が現れます。ここでは空のプロジェクトを選び、次へをクリックします。これにより次の画面が現れます。ここではプロジェクト名には Hello、場所には先にデスクトップ上に作成したフォルダの場所にフォルダ名を加えたものを書いています。ソリューション名には何も入れずに、すぐ下にあるソリューションとプロジェクトを同じディレクトリに配置する D をチェックしてください。そして作成をクリックします。これにより次の画面が現れます。このまま先へ進むことができます。しかし本チャンネルでは C++ ではなく C プログラムを作ることが多いので、次にこれから作成するプログラムが C プログラムになるように設定します。もちろんこの操作を行わなくても C プログラム作成は可能です。画面上部メニューからプロジェクトを選択して新しい項目の追加を実行します。ダイアログが表示されたら、ここでは仮に Hello C と入力して追加をクリックします。この操作だけではまだ作成するファイルは C プログラム用になっていません。このためプロジェクトの設定を C++ モードから C モードへ変更する必要があります。これを行わないと拡張子が 10C になっていても C++ のプログラムとして解釈されてしまいます。C モードに変更するには画面上部メニューからプロジェクトを選択してプロパティを表示します。これにより次の図が現れます。左のメニューから構成プロパティ C/C++詳細設定と進んでコンパイル言語の選択の項目を C コードとしてコンパイルにします。そして OK をクリックします。これで C 言語のプロジェクト作成が完了しました。ここまでの操作により C プログラムの作成が可能となりました。そこで例としてHello東京と画面に表示するプログラムを作成しました。次にメニューからビルド、ソリューションのビルドの順に選びます。作成したプログラムをビルドします。ビルドとはプログラムからアプリケーションを作る処理のことです。これでプログラムが実行されます。ビルドに成功すると下段にビルド1正常終了、0失敗、0更新不要、
0スキップと表示されます。なお、プログラムにバグ間違いがあればビルドが失敗します。この場合、表示される問題のある箇所ファイル名と行数の情報に基づきプログラムの修正を行うことになります。1、正常終了と表示されたら、今度はプログラムを実行します。画面上部のメニューからデバッグ B をクリックして、デバッグの開始 S をクリックします。これにより、マイクロソフトビジュアルスタジオデバッグコンソールに Hello 東京と表示されたら成功です。これまでの操作で先にデスクトップ上に作成したフォルダ C プログラムの中に Hello というフォルダが生成しているはずです。ここには将来作成するプログラムのフォルダが保存されます。Hello フォルダをクリックします。この中には下の図のようにいくつかのファイルが入っています。作成したプログラム Hello を実行したり修正したりするために立ち上げたい場合、Hello SLN または Hello VCPROJ のどちらかをクリックします。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。